スペイングランプリの話だけど、スペイングランプリはいろんなドタバタがありましたよね。サインツはガストって言ってね、ターン4で後ろから風バーンと吹いて、スペインって結構風強いのよ。結構山の上にあってね、一山越えたら海風が来るからね、結構風が強い。この4コーナー、ちょっと下りっぽくて減速しながら、減速しても結構こうハイスピードでギューッと曲がる右コーナーなんだけど、荷重がみんな前に行っちゃってるのね。それでその荷重が前に行ってるところでターンしながら、後ろから風がダーンと来るとね、後ろがほわっと持ち上がっちゃって、クーンと回っちゃうの。それでそこでなんと最初サインツね、全く同じように、マックスまで行っちゃったよね。ドーンってね、ザーッ。二人とも、それでポジション落としちゃって、えらいことだったけどね。で、マックスは予選でもあったんだけど、Q3 であったのかな。油圧でDRS が開かなくなっちゃってね、開いたり開かなくなっちゃったりして、まあ、レッドブルはこの信頼性問題が治りません。なんとかしてちょうだいと。レッドブルは前々回かな、ステップアップは早く前倒しで入れて、今回ももちろん入れてるんだけど、リアウィングやなんか前々回入れて、今回もちょっとリアウィングのモディファイと、それからフロアだとかね、いろんなものを入れてきました。フロアエッジだよね。結構やってきました。それとコックピットサイドのね、サイドポッドの上面を変えてきたよね。それでエアアウトレットもちょっとつけたりしてね。結構これはこれでサーキットにあった安定した。もしもたらればだよ。Q3 でもしも DRS がちゃんと使えれば、ルクレールとほとんど一緒のタイムを出したと思う。ルクレールはピタッといいタイム出したよね。でも彼も最初のQ3 のファーストアタックでスピンこいちゃったからね。ちょっと縁石向きになって攻めすぎて、ポンと飛んでズリっていっちゃったからね。で、このフェラーリとレッドブルがこれで本当にサイドバイサイドっていうのがはっきり分かってきたよね。ということでアップデート。フェラーリが何もかもやってきたよね。フロアのね、エッジのところのフィンやなんかをやってね、リアのブレーキダクトの内側にフィンを作ってるんだ。これ全チームやってるけどね、リアダクトフィンっていうのがあるんだけど、内側にこう階段みたいにだんだんってウィングつけるわけです。ブレーキダクト、ホイールがあって、ペタッとブレーキダクトがキョッキョッキョッ。ここのフィンでダウンフォース出すと何がいいか。押し付ける力が車にじゃなくて、ホイールそのものをギュッと下に押すから、何のことはダウンフォースの全てがリアホイールにかかるわけ。これはフロントホイールにはかかりません。リアタイヤに全部かかるわけ。おまけに、本来ならウィングであろうとフロアであろうと車体にかかってサスペンションを沈めるわけ。それで沈み切った状態でこうなりながらここにタイヤにギュッギュッと力が入るんだけど、そのフィンをつけるブレーキダクトフィンはタイヤ側にホイール側についてるから、そのダウンフォースが全部いきなり効率よくタイヤに効くわけ。それが何がいいかっていうと、車体をうんと下げて、前から今シーズンずっと問題だったフォーポシングをダウンフォースをウィングであろうと作っちゃってギューッと下がりすぎちゃうから、バンバンダウンフォースが効かなくなって、要するに空気が流れが悪くなって床下でダウンフォースが発生しなくなる。その時に沈めてたのがパーンと持ち上がるのね。前からの空気圧があって、それでバーンと持ち上げる。持ち上げた途端に空気が流れるからまたダウンフォースって、まあそういう悪循環でポーポシング起きるんだけど、もしもそのタイヤの内側でタイヤだけにダウンフォースがかかるフィンがあると、ウィングがあると、それはどんなにたくさんダウンフォースかけてもポーポシングとは無関係だ。車体が上がったり沈んだりしないから。ダウンフォースでタイヤへの垂直荷重っていうんだけど、を上げていく。それは重量もそうだし、ダウンフォースもそう。それが高ければ高いほど、グリップは良くなる。っていうことだね。特にリア。何がいいか、ホイールスピンをしなくなる。おまけに、低速から高速に至っても、しっかりとしたダウンフォースがついてるから、減速も加速にもいいですよ、ということでね。今回は、どのチームもこのリアブレーキダクトフィンっていうのをみんな必死になってやってきてる。だから
ポーポシングを解除するには車高を上げたい。車高を上げると床下からダウンフォースが出ない。それでフロアの上のエアロを変えてダウンフォースを作るリアウィングとかね、ボディワークだとか、ダウンフォースを、それだって車体を沈めるから、フロアが下に下がる。だからって、その、ポーポシングが出ないところで止めるライドハイトを決めちゃうと、床下のダウンフォースの増量が見込めない。だから、床下のダウンフォースに見切りをつけて、ここまでですっていう見切りをつけて、すべてをアッパーのウィングの効率を上げる。上面がダウンフォースの効率を上げる。そして、なおかつ単内グリップは、そのブレーキダクトフィンっていうので、やっと押し付けるっていう、今回はみんなやってきたね。それで、フロアがある程度以上下げられない。何がいいか。もし車高を下げたいんなら、それをうまくバイパスさせる。フロアが持ち上がらない方向に。なんでかって、ポーポシングの起こる状況を変えていく。例えば、フロントの内圧が上がるのは、ペタッとくっつくわけじゃないんだよね。ぐっとなってもうダメだ、ポーポシングが始まるよっていう前に、その持ち上げる力っていうのは、ここ前からの圧力もあるんだからね。本当は下げちゃって、ダウンフォースがなくなると、今度スプリングで下げてるんだから、なくなった瞬間ボコンと上がる。そのスプリングバックがあるんだけど、そのスピードを上げるのは内圧だからね。前から空気が床下にドーンって入って、ビーン持ち上げちゃうわけ。通り抜けが悪くなる。だからそれを避けるために、バンという空気を避けるために、横からもう前のフィンなんてみんな外側に出してるから。3本ぐらいあるよね。こうやって空気を受けるところに3枚ぐらい。大抵これ全部外側に出してる。その出すところが1枚目、2枚目、3枚目で全然違うんだけど、3枚目あたりはこのエッジの下側を通すような方法もあるよね。それでフロアエッジのところにフィンつけたり、下向き、上向き、いろんなのつけてみんなやってる。カットもあるよね。で、こういうふうにめくれもある。そういうのをガンガンやって、サイドのシールはちゃんとやるんだけど、そのシールの部分へうまいこと内圧を抜く。それから、後ろ側へ、本来、ポーポシングで通り損なった空気をうまいこと、周りで外に出して渦にもなるけど、内側通るやつがそのまんま、もう一回後ろ側のフロアに入って、そこでリアのディフューザーエリアのスピードを上げるとかね。いろんなのをみんな、細かく言ったらもうそのチームで全然違うんだけど、そういうことを全部やってきてる。だから、ポーポシン対策、それから効率のいいダウンフォース対策がすごく今回全チームでやってきたね。それでみんな成功しちゃったからタイム差がいつまで経っても各チームで上がっていかないんだよね。だからペッキングオーダーって言うんだけど、チームの勢力図っていうのは基本的に変わってない。メルセデスだって前は2番目、例えばレッドブルやフェラーリから離れてたけど、今それがくっついてきた。だからって追い越す状態にあるわけじゃない。それからその下だって、例えばマクラーレンだって、なんだって全部、その後ろにいる状況っていうのはほとんど変わらずに、全部がそのまま上がってきた。だからここで大きな勢力図の変換があるかと思ったら、意外となかったね。それが今回のスペイングランプリのアップデートの結果だった。つまり F1 のチームがついにその車と新しい車への理解が始まったっていうところが今回のエスパーナグランプリでしたね。